セルフラブで作る幸せメンタル。セルフラブってまるで魔法みたい。はい、今日からあなたは第2の人生の幕開けを体験していくこととなります。これは決して大げさなことではありません。この本ではセルフラブ、自分を愛することのシンプルで強力な魔法と秘密をあなたにこっそり伝授いたします。自己啓発や成功メソッドを実践したのにうまくいかない。あらゆるスピリチュアルを試したのに好転しない。一瞬良くなったと思ってもまたすぐに元に戻ってしまう。そんな方にこそお勧めしたいのがセルフラブ。実はどんなメソッドよりもあなたの人生の運命の輪を大きく回してくれるものすごいパワーがあるのです。驚くほど簡単にいろいろなことが好転していくので、今までの必死の頑張りは一体何だったんだと思わず叫びたくなってしまうかもしれません。最初に私自身のことを少しお話しさせてください。セルフラブを実践するまでは身も心もボロボロな状態でした。中卒学歴なし、ほぼニート、借金500万円以上。いつもどことなく体調が優れない。その上超ネガティブ思考だったので、この状況が良くなるとは思えませんでした。やっと大好きな彼ができたと思ったら、その彼もなんと同じく借金500万円以上。違法な残業やパワハラがひどい会社を退職し、無職状態。それでもなんとか2人6畳一間の部屋で極貧同棲生活を送っていたのですが、毎日イライラモヤモヤ、将来のことを考えると得体の知れない大きな不安に襲われ、心がいつもざわざわと焦っている落ち着かない日々でした。そんなある時、大好きだった海外のスーパーモデルが書いた自分自身を大切にする本と出会ったのです。あれ？私、いつも他人を優先してきた気がする。嫌な仕事を押し付けられても断れなかったし、友達に傷つくことを言われてもヘラヘラしていたし、彼氏に嫌なことをされても断れなくて、とにかく嫌われないようにいつも機嫌を伺っていた。親が悲しむかもしれないと思って、本当は息苦しさを感じていたのに実家も出なかった。そういえば結婚する人はお母さんが安心するような自慢できる人じゃなきゃってどこかでずっと意識してたな。特に一度目の結婚生活は家事を完璧にこなしてパートにも行き、お金のやりくりもしっかりして自分の楽しみは後回し。とにかく夫に尽くして世に言ういい奥さんを目指して必死にやってきたけれど、全然うまくいかなかったな。待って。私の人生なのに、私の心はどこに行ったの？むしろ一番私の心を無視していたのは私だったんじゃない？相手のことを思ってなんていい人のふりしてるけど、本当は自分が愛されたかったり嫌われたくなかっただけじゃない？自分の人生もろくに幸せにできないで、なんで他の人まで幸せにできると思ってるの？ばっかみたい。読み終わる頃には心がほっとして、ありのままの私でいてもいいのかもしれないとダメな自分を少しだけ許せた気がしました。ですが、ひねくれ者、こじらせ、臆病者、そんなネガティブ装備でがっちりと全身を武装していた私は、とはいえそんなこと言えるのはもともと綺麗でスタイル抜群でいろいろな面で恵まれていたからだよねと正直素直には受け入れられませんでした。しかしあまりにも人生がめちゃくちゃだったので、本当に私の人生どうにかしなきゃと切羽詰まって藁にもすがる気持ちでできることから少しずつ試してみたのです。するとまず彼との仲がこれまで以上に良くなり、本音でお互いを尊重して話せるようになり、信頼が深くなっていきました。そして継続していくうちに、私も彼も収入が面白いようにどんどん増えて、借金も完済。今では彼は愛する夫となり、
部屋を余らせてしまうほどの広いお家に仲良く一緒に暮らし、すべてにおいて想像以上にたくさん余裕が持てるようになりました。なんとなくギクシャクしていた母との関係も自然と好転。そう、あの頃の我慢に我慢を重ねる満たされない生活がセルフラブによってまるで一変してしまったのです。今ではありがたいことに恋愛、仕事、お金、家庭、健康のすべてにおいて豊かになり続けていて、お腹の底から満ち満ちている幸福を感じる日々を送ることができています。この本を読んでセルフラブを実践したあなたにも、あらゆる面で魔法や奇跡のようなことがたくさん起きてくるので、きっと驚いてしまうでしょう。セルフラブは生まれ持った容姿や環境や運命までも飛び越えてあなたを幸せにしてくれます。今は信じられないかもしれませんが、この一冊を読み終わる頃にはきっとあなたはあなた自身を深く愛さずにはいられなくなることでしょう。試しに自分自身に、今この瞬間から私はあなたを誰よりも一番に愛するよと宣言してみてください。具体的に何をしたらいいかわからないままそう宣言するだけでも不思議と変化は現れてきます。想像を超えるワクワクするような未来があなたを手招きして待っていますよ。今すぐ始めてみませんか？こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は人にもお金にも好かれて全てうまくいくセルフラブで作る幸せメンタルという本をご紹介します。こんな方はいらっしゃいませんか？いろんな本を読んで実践するんだけど、あんまり効果がなくて、一瞬良くなった気がするんだけど、いつの間にかまた元に戻ってるんだよね。何をやっても無駄。結局自分は変わらないと思うし、そういうのももう疲れちゃった。願いを叶えたい、自分を変えたい、幸せになりたいって思っているのに、今そうではない方がいたら朗報です。それらはすべてセルフラブでうまくいくんですって。自分で自分を深く愛し直す。これ始めてみませんか？著者はセルフラブ講師でオラクルカードリーダーのマリアさん。自己肯定感の低さなどによるメンタルウェルネスの不調などに悩む方へセルフラブの大切さを教えるマリアさん。スピリチュアル、オラクル、現実的な方法を掛け合わせ、誰でもスピーディーに高確率で願望実現していける方法を伝授されています。直感を生かしたカードリーディングも大人気で、YouTube のチャンネル登録者数も12万人を超えています。そんな彼女がどんな魔法よりも魔法になるセルフラブで本当の望みを手に入れる方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。自分を愛することが最重要な理由。今あなたは周りの人にどう扱われているでしょうか？あなたのパートナーや家族、友人、たまたま入ったカフェの店員さんがどのようにあなたに接しているか思い浮かべてみてください。あなたを一人の人間として尊重し、信頼し、あなたが愛されていると深く実感できるような扱いをされているのなら、おめでとうございます。あなたはセルフラブのプロフェッショナルです。もしも周りの人があなたを一人の人間として尊重しない、意見をないがしろにする、軽く扱う、批判ばかりしてくる。そんな場面が多いのなら、セルフラブが足りていないのかもしれません。なぜなら、セルフラブが十分な時、つまりあなたがあなた自身をかけがえのない存在として宝物のように扱う時、周りの人も自然とあなたをかけがえのない宝物のような人として扱うようになるからです。そう、
あなたがあなたをどう扱うかが、他の人があなたをどう扱うかを決定づけているのです。その人が自分自身をどう扱うかは、普段の行動や発言にももちろん現れますが、一番わかりやすく雰囲気としてありありと伝わってしまうのです。パートナーや友人にとどまらず、ふらっと立ち寄ったお店の店員さんやタクシーの運転手さんなど、その日たまたま出会ったような人からの扱いまでもが変わってくるのはそのためです。その人の雰囲気を感じ取り、無意識に関わり方が変わってしまうのです。さらに自分自身を宝物のように大切に扱っている人は、他の人のことも同じように宝物として扱い、一人の人間として尊重できる人なのです。相手に依存したり、相手を自分のいいようにコントロールしようとしたり、肩書きや役割に押し込めることがありません。普段から自分で自分自身のコップを満たしてあげられているので、相手に期待しすぎたり、認められよう、満たしてもらおうと躍起になることがないのです。それどころか、コップから溢れた愛を他人に与えようとすることさえできる人なのです。そしてセルフラブで満たされた人は、ノーということをとても大切にします。自分の直感や感覚を大切にしているので、良くない環境や人間関係をすぐに見極め、行動を起こします。違和感を覚えたり、不幸な環境に自分を置いておくことは絶対にしないのです。誰かが我慢して成り立つ環境は、本当の意味で誰にとってもためにならないし、健全ではないと知っているのです。セルフラブで満たされた人と関わると、肩の力が抜け、不思議と心が満たされるような安心感があります。そのため周りからもますます愛され、その人の周りには幸せそうな人が自然と集まるのです。セルフラブで満たされた人といると、その人のコップを満たす道具にされることがないので、一緒にいて心地がいい。逆にセルフラブが足りていない人といると、どこかエネルギーを奪われるような、あえてきつい言葉で言ってしまうと、都合のいい道具として扱われているような気分になってしまうのです。そしてセルフラブで満たされていない人の周りには、同じような人が集まるようになります。まさに類は友を呼ぶです。今、あなたの周りの環境や人間関係はどうでしょうか。もちろん完璧な人はいませんから、いつでも 100% セルフラブで満たされていなければダメ、人間失格だ、なんていうことはありません。そんな風に力んでしまうと、ますます自分を厳しくジャッジしてしまうことになりますので、まずは肩の力を抜いて、どんなに今の環境や人間関係が悪くても大丈夫。本当にあなたがあなたを愛し始めると、状況は信じられないくらいみるみる良くなっていきます。本当の望みを引き出す。セルフラブができるようになると、まず最初に人間関係に変化が現れてきます。あなたがどんなセルフラブを必要としているのか教えてくれるのも人間関係です。あなたは今、誰かとの関係で悩んでいることはありませんか？悩んでいるとまではいかなくても、もっと関係を良くしていきたいと思う方はいるのではないでしょうか。その人に今正直に思っていることはどんなことでしょう。もっとこうしてほしい。これを直してほしい。ここがどうしても好きになれない。どうしてそんなひどいことするの？など。実はここにあなたが今本当に必要としているセルフラブの方法が隠されているのです。相手に正直思っていることをもう一段階掘っていくと本音が見えてきます。そしてその本音の部分はあなたがあなた自身に求めていることでもあるのです。例えば、パートナーに対してもっと連絡をまめにしてほしいの本音は、もっと私を気にかけてほしい。親に対して口うるさく干渉するのはやめての本音は、自由にやってみたい。もっと私を信じてよ。友人に対していつも遅刻して待たされてイライラするの本音は、私の時間をもっと大切にしてほしい。上司に対していつも私の仕事を評価してくれないの本音は、私だって頑張っているのにちゃんと褒めてほしい。
こんな感じで一段階掘り下げて出てくる本音は、相手に求めているのと同時に、あなたがあなた自身に認めてほしくて叫んでいることでもあるということです。本音というものは理不尽でわがままなだけではなく、弱くて寂しがり屋で傷つきやすい、とってもかっこ悪いものです。愚痴や文句のような形で相手に言うことはできても、本音の部分はあまりにもかっこ悪くて、言うと嫌われてしまいそうで、なかなか伝えられないのです。なので、いきなりこれを相手に伝えようとしなくても大丈夫。本当はどうして欲しかったのかという本音の部分を、まずはあなたがあなた自身にしてあげるのです。これをするだけで少しずつ内側が満たされていきます。自分自身で内側のコップを愛で満たしていくのです。するとまずはだんだんと機嫌が良くなってきます。機嫌が良くなると自然と笑顔が増えたり、表情や言葉が柔らかくなり、余裕が感じられるようになり、あなたの発するオーラも変わってきます。すると特に直接掛け合ったわけではないのに、相手はそのオーラを感じて、パートナーがいつもより優しくなったり、職場で褒められることが多くなったりと、少しずつ人間関係に嬉しい変化が起こるようになりますよ。本音を満たすコツは理想のパートナーになったつもりで、本音が分かったところで具体的に何をしたらいいのかパッと思い浮かばない、正解が分からないという人も多いかもしれません。そんな時のコツは、自分をめちゃくちゃに愛してくれる理想のパートナーになったつもりでコミュニケーションをとって、自分自身に心底尽くしてあげること。内側の世界ではありのままのあなたを絶対に否定することのない一番の味方でいてあげてください。あなたの本音を伝えられた理想のパートナーになりきったつもりで、そうだったんだね。今まで気づかなくてごめんね。話してくれてありがとう。あなたをもっと大事にしたいんだけど、今何かしてほしいことはある？と自分に聞いてあげてみてください。すると、全然わからない。こうしてみてほしいかも。無理かもしれないけど、これをこうしてほしい。と自信なさげだったり、これが欲しかったの。どうしてもこうしなきゃ嫌。と逆にきっぱりはっきりとだったり、あなたのしてほしいことが出てきます。他人にいきなり求めるとなると抵抗があることでも、自分自身には言いやすくなるのです。意外な答えが出てくる人も多いかもしれません。では、あなたのしてほしいことを早速試してみてあげましょう。ポイントは、今できることから完璧を求めすぎないで、ケチらずたっぷりしてあげるということです。今できることから。本音の部分はとってもわがままなので、いきなりとんでもない要求をしてくることもあります。そんな時は、今できることからしてみましょう。例えば、今すぐ海外を旅したい。疲れるのは嫌だから飛行機はビジネスクラス以上で高級ホテルで。なんて具体的で今すぐには難しい要求が出てくるかもしれません。そんな時でも、OK、じゃあ行っちゃおう。やってみようよ。とノリよく反応してあげるのです。今までこんなことを私にしてもらうのは絶対無理だし、言ったらやばい人だと思われる。とひた隠しにしてきたような願いこそ、受け入れて肯定してもらうと、とっても嬉しいのです。これだけでもあなたの内側のコップには愛が満ちていきます。ノリよく肯定してあげたら、じゃあ行きたい国をリストアップしてみよう。国やスポット、そこでやりたいことも。泊まりたいホテルもネットで調べてテンション上げて、本当にすぐ行けることになっちゃうかもしれないから、費用も調べて、今日から500円玉貯金なんかしてみようか、と提案して実際にやってみるのです。どんなあなたでも肯定し受け入れてくれて、積極的にあなたの願いを叶えようとしてくれる。そんなパートナーがいたらとっても嬉しいですよね。そんなの今は無理でしょ？お金もないし。とすぐに諦めてしまい何にもしないパートナーと、どんな難しいことでも頑張っちゃうよ。と今できることを考えていろいろ試して行動してくれるパートナー。
どちらから愛を感じるでしょうか？そう、いきなり大正解を出さなくても、あなたの幸せのために試行錯誤を重ねていくこと。それ自体がとてつもなく愛を感じるセルフラブになるのです。大切なのは、あなたの幸せのために誰よりも積極的であることです。完璧を求めすぎない。自分自身を尽くそうとして結果失敗してしまっても大丈夫なのです。例えば、もっと大事にしてほしいという本音を汲み取って、じゃあ今日は美味しいものを食べようと贅沢なお惣菜を買ってきたとします。でも、そのお惣菜を食べてみたらあまり美味しくなかった。そんなことになっても決して落ち込まないでくださいね。どうしても成果主義の社会の中で生きていると、失敗した時にやらなければよかったと自分を責めてしまいがちです。しかし、あなたの幸せのために一生懸命行動してくれたこと、その時点であなたの内側は喜びを感じているので安心してください。ケチらずたっぷり満たしてあげる。セルフラブをしていくと自分自身の好みの変化。例えば、昔お気に入りだった香水を買ってつけてみたら、あまり好きじゃない香りに感じた。好きなデザインのインテリアで揃えた部屋が最近しっくりこなくなったということはよく起こります。なぜなら、どんなものを美味しいと感じるのか、どんな香りが好きで、どんな空間が心地よくて、どんなことで喜びを感じるのか。あなたの感性は日々その時によって変化していくものだからです。ですから、自分を愛していくにつれ、抑え込んでいた感性が解放されて、今までとは全く違うものを好きになったり、心地よく感じるという変化が自然と起こります。もしもあなたの五感が喜びを感じるものに出会えたら、ケチケチせず、できるだけたっぷりと時間とエネルギーをかけて与えてみてください。他人に思いやりや優しさをかけることが美徳とされる世の中で、自分を優先させることに罪悪感を感じてしまう人も多いかもしれません。だけど、あなたの内側が拗ねて外に八つ当たりしてしまう前に、まずは自分自身に優しくしてあげても罰は当たりません。まずはあなたが一番幸せになるべき理由。あなたがあなたを本当に愛し始めたとき、奇跡が起こり始めます。これからあなたはそれを実際に体験し始めることになるのですが、自分だけがこんなにいい思いをしてもいいのだろうか、なんて悪く思わないでください。あなたが幸せであれば、周りの人も幸せであるはずなんです。10秒の壁という言葉を知っているでしょうか。100メートルを9秒台で走るという何十年も破られなかった10秒の壁。しかし、一人の選手がその壁を破った後、不可能と言われていた10秒の壁を次々と超える人が現れ始めたのです。一人の人が先にそれを現実に叶えたことによって、他の人も次々記録を更新していったのです。自分にもできるかもしれない。本当はできて当たり前なのかもしれない。今まで実現できなかったことが夢物語ではないという意識が拡大し、不可能と言われるほどの結果も次々と現実に叶えていく人が増えたというわけです。また、バラバラに動かした数台のメトロノームのリズムが揃ったり、カエルの鳴き声やホタルの発光、心臓の鼓動などが自然と同期していく現象があり、これは引き込み現象とも呼ばれます。あなたが先陣を切って幸せになると、周りもおのずと幸せな状態に引き込んでしまうのです。あなたが幸せになるということは、ある意味で社会貢献でもあるのです。ですから遠慮せず、あなたがまず先にどんどん幸せを体現していきましょう。あなたは宇宙が作ったかけがえのない唯一無二のアート。なぜ今まで頑張っても報われなかったのか。なぜ今まで真面目に生きてきても幸せな結果が出なかったのか。それは決してあなたの努力不足だからではありません。エネルギーを注ぐ方向が間違っていただけなのです。宇宙に存在するすべてのものは必ず良き方向へ流れていくという自然の法則があります。
本来は流れのままにリラックスして好きなことをして生きていれば、物事は必ずいい方向に行き、必ず幸せや愛の方向に導かれます。自然の流れに沿う行為というのがありのままの自分を愛するということです。自然な流れに逆らう行為というのが自分を否定し何者かになろうとするということです。あなたが愛されたいと思う相手は他の誰でもなくあなた自身なのです。あなたの一番のソウルメイトはあなた自身だからです。私は YouTube でカードリーディングをしているのですが、ある時、あなたは宇宙が作り上げた唯一無二のアートというメッセージが降りてきたことがあります。この世に生きる一人一人が実は宇宙が創造したかけがえのないアートであるなんて、なんて素敵なんだろうと思いました。どんなアートも本来値段や価値をつけられるものではないと聞いたことがあります。私たち自身も価値のつけられないものに価値を測ろうとしすぎているのかもしれません。ありのままの自分を愛するというのは、誰かと比較したり勝ち負けを気にする世界から抜けて、すべての人が宇宙の創造のもとに生まれた特別な存在であるということを認めるということです。もう人と比べて苦しくなったり、自分だけが勝とうと踏ん張ったり、負け続きの自分は惨めな存在だと卑屈な気持ちにならなくてもいいのです。あなたの価値は容姿や地位や条件などで決まるものではないということを心に留めておいてください。勝ち負け比べっこ大会を降りたとき、本当のあなたの人生が始まります。やることは一つ。今すぐに願いが叶った後の世界を生きるだけ。豊かになりたかったら今豊かな私になるのです。愛されたかったら今愛されている私になるのです。価値あるものが欲しければ価値ある自分でいることです。現実に翻弄される人生から自分自身で現実をクリエイトし面白がれる余裕で楽勝な人生にあなたはしていけるのです。あなたの内側には想像を超えるとんでもないパワーが秘められているのですから。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。最近セルフラブっていうワードをよく目にしますが、やっぱり自分で自分を深く愛することってめちゃめちゃ大切だと思うんです。自分を認めて許せて愛せていれば、ある意味何があったって幸せなのだと思う。そしてそんな空気感は周りにも伝わって実際にいい方向へ回っていくんですね。とはいえ自分を愛することは大切っていうことは分かっていても、いざ何をどうすればいいのか分からなかったりします。本書はセルフラブの実践方法を手取り足取り教えてくれますから、読んだその日からセルフラブを始められますよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。